うわ、雷。目黒川。うんま。なんかいいね、一風堂。ね、一風堂うまいわ。なんか一蘭ばっか言ってたけど、一風堂も美味しい。一風堂ハマるかも。超えたかも。美味しい。本当に美味しいね。ね。東京湾の誰？私？誰？あなた？私？お前誰？私？まあ、ホカンスだね。ホカンスってなんなんマジ？なんかコロナ中に流行った言葉。ホ知らカンス。なかった。なんかホテルバカンス。なるほどね。コロナ中バカンス行けなかったじゃん。うん。だからホテルで休日取る人。なるほど。そう。今日ホカンスに来てます。休日として休日。マジ前髪伸びた。こっち向いて。お、かっこいいじゃん。金次郎。炭治郎か。炭治郎。かまど？撮ってんの？撮ってない。何しようとしたの？撮ってたら。撮ってたら何やって。撮ってたら何してたかやって。ねえ、撮ってるよ。撮ってんのかよ。撮ってるよ、危ない。臭っ。マジで臭い。臭いって。なんで何の匂い？何の匂い？マジで強石部。鉄の匂い。臭っ。普通に臭い。もう取っていいよパック。私はね、もうずーっと付き合った頃からもう毎日ほぼかな、毎日ドライヤーをしてあげる、彼氏にしてあげるいい女なんですよ。ちょっと待って、これ見て、これやりたい。何これ？やる？あ、やりたい。よろしくお願いします。お願いします。早いよ。もっと上。上だよ。もっと社長これしないと。腰曲げる。おいしそう。いい音。いいの？ありがとう。運動の後のコーラうま。あれ運動なの？おいしそう。いただきます。ただいまの時間0時47分。
遅いけどまあでもうちらいつもこんぐらいの夜ご飯。そうだね。まあ今日の夜ご飯こんな感じなんやけど、めっちゃいいホテルに泊まっとうとに成城石井です。まあちょっといいちょっといい。スーパそうだね。ー。うまくない？美味しい。めっちゃうまい。仕事まだ残っとる今日。あるんや。だから後でやろうかなって感じ。やこもあるまだ。ある？てかほんと私たちの仕事ってフリーランスだから、仕事終わっても次の。そうだね。もうずっとやし、休みしようって思ったらもう毎日休めんじゃん。実際。まあそうだね。でも毎日仕事でもある。だからなんか切り替えが難しい。わかる。オンとオフの。ほんとそう。ほんと切り替えが難しくて、はい、やっと終わりました。でも次のがありますとか。なんか考えなきゃいけないし、次のことも。わかる。それはわかる。休まらないよね。ほんと休みがない。体が休めない。わかる。1週間休もうと思ったら休めるけど、じゃあその間に仕事が来ましたってなった場合、私は仕事イコールお金じゃん。このお金をキャンセルやりませんってできないってなっちゃって。しかもだんだん経験積めば積むほどの金額でも来たりするじゃん。断ることできない仕事しなきゃとか、それの金額を捨てるってことになるから。確かにね。めっちゃむずい。フリーランスの人ってどんくらいいるんだろう。どうなんだろうね。俺らってなんか周りそのフリーランスばっかりだから。もうほとんどフリーランス。サラリーマン OL 全然いない。いないからわかんない。話もわかんないし。そうわかんない。そこの価値観も違うよね。でもいいところで言ったらさ、自分の好きな仕事をやれる。自分で好きな仕事を選んでやってるわけだから、それはいいところではあるよね。いいの？だって仕事量も自分で選べるんだけど、止めたらさ給料が減るし、不安じゃん。だから止められないっていうのもあるよね。よく言えばやればやるほど給料も多くはなる。そうだね。それはそうだね。頑張れば頑張るほどっていうのもあるから、そこはいい。でもマジ楽しいけどね。この職業じゃなかったら何やってた？何やってたんだろう。てか逆にこの仕事の前何やってた？正社員したことあるんだっけ？あるって言ってたっけ？ない。私もない。でも俺そもそも高校の時に別に夢がなくて、で大学に行った時になんかサッカーのコーチとかなればいいかなみたいな。サッカーしかやってこなかったから、今度大学行ったらその英語とか学びたいとかなって、で消防士もなんかかっこいいなとか思ったりして、結構いろいろ迷ってて、で趣味がカメラだったから、そのまま仕事になったけど。趣味の延長線？そう。で今、めっちゃいいじゃん。まあそうだね。やりたいことはやれてる。しかもじゅんくんの大学の友達周りってだいぶっていうかカメラマン多くない？めっちゃ多い。なんか俺らなんかそういう世代だったんだよね。カメラの世代ね。カメラが流行ってた。めっちゃうまいね。ずっと食べてる。よこちゃんは？私は歯科衛生士の専門学校行ってたみたいな話前ちょっとしたじゃん。してたね。なんか本当にこの話したらあれなんだけど、話していいのかもわかんないけど、こういろんなことがあってアイドルに一回なって、元アイドルなんです。多分知らない人も多いと思うよ。だって私デビューして半年で辞めたから。そうだよね。言ってたね。でそれまでの長い道、なんか変な男の人がいてとか。何それ。なんか簡単に言うと、秋元康さんのオーディション番組みたいなのからアイドルになったんだけど、要はキャスティングをしてくれたところがいて、こういうオーディション番組があるんですけどどうですかっていうのを、まあ変な男の人間に挟んでお話が来たから。その人がオファーしてくれたってこと？そう。でもその人もこういうお話が来てるんだけどどうかなっていうのを言ってくれればいいのに、俺は秋元康さん友達だみたいな。そっち系だったら本当のこと言ってくれれば。でもこの話は、なんかその上の人しか知らないから、言わないでねみたいな。当時10代だよまだ。でそのオーディション番組でも、落ちるようになってるからとか言われてたの最初。で
で要は番組側は、まあ嘘はついてなかったんだけど、その人が私にその人が嘘をついてたからなんかややこかったの。どういう理由でやってんのその人。だからただアイドルが多分好きだった。ああ、そういうことね。そうそうそう。で私の先輩の知り合いっていうだけで、なんかそうやって言ってきた。なんか本当にややこいけど、でそういう感じで一回アイドルになったのね。もうなんかちょっとあったんだけど、番組側にも途中でこのこと判明して、あれ話と違うって、こっちとこっちのことが違うっていうのは途中で判明して、でその男の人逃げたわけ。連絡取れないみたいな。マジ？で初めて聞いた。番組側はもうやらせじゃないから、もう落ちるまでやるしかないってことになって、受かったんだ。そう受かってアイドルになったの。すごいね。だから本当は歯科衛生士の専門学校行く予定だったの。そういうのがいろいろあって東京に来ることになった。それ何歳？19、20歳。波乱万丈だね。でそういう感じでアイドル半年間だけ、させていただいてたんだけど、アイドルどっちだっけな、事務所入った時の特技かなんか書かなきゃいけない欄があるの。それに動画編集って書いてたの。その時から。もう編集してたの？動画編集好きだったの。そうなの？高校生の時に彼氏との思い出を動画編集したり。いや彼氏との思い出じゃないけど、動画、そう友達との思い出を動画にしてっていうのは好きだったから動画編集ってその時から書いてて、全部やめて何もない時期はあったんだけど、自分は動画編集得意だから TikTok やりだして、でそれが仕事になってで今。すごい。それはすごいポテンシャルだね。そうだから転職だと思ってる。楽しいし。そうだね、本当向いてると思う。でも自分も思うでしょ、転職だなって。言われるっすね、友達にも。まあ転職なんだけどスケジュール的にもうフリーランス地獄みたいな感じで、最近ちょっと疲れたなーみたいな気持ちはある。とりあえず次の本当の休みって言ったら年末かなーって。確かにね、今そこに向けて頑張ってるとこあるよね。だし絶対編集しない日なんて一日もないから今。だしフリーランスってさ、私の場合はさ、もう波がある、給料に。どうぞって提出したその時にじゃあ振り込みますってすぐ振り込んでくれる人と、来月振り込んでくれる方と、翌々月に振り込んでくれる方がいるから、本当に給料月によってね、入ってくるお金が全然変わるってこと。そう重なればないし、重なればあるしみたいな、そういうのある。今月は？今月の給料はいくらですか？じゃあ今月今いくらなんやろ。今月の給料、ルルルルルルン14,727円。やばいじゃん。テロップ入れて。まだ12日です。そうだね。だいたい振り込まれるのは月末だから。逆に何の仕事が14,000円なのって話なんだけど。逆にそのさ、月始めに振り込んでくれるって会社って何？これはインスタの洋服あげた時のやつ。でも大体ね、月末。大体月末だね。こんな話したことなかったけど、いつ振り込まれるの？俺も月末だよ。25日か、本当に月末か、31、30日とか。大体全部そう。全部？へー。大体そうじゃない？もうバラバラ。10とか15とかもあるし、月末。あったかも。たまにあるわ。月末には多分いろいろ振り込まれるんでしょ？もう頑張ったから先月。そうだね。15,000円だけで終わんないよね。15,000円だけで終わんないけどこれで15,000円だけで終わってたら悲しいけどね。ホテルで休んでる場合じゃない。仕事しましょう本気で、休む場合じゃない。昨日さ、喧嘩のしたっていう TikTok あげたじゃん。でさ、あれはもう仲直りし終わってからさ、編集してあげる動画なんだけど、なんかファンの声がさ、コメントとかさ、DM でさ、仲直りできたかなって心配してくれるわけよ。ちゃんとね。はい、ちゃんとできてます、仲直りは。で、うちの仲直り早い方かな。早いと思う。じゅんくんが TikTok に上げた動画の喧嘩、本当にしょうもない。本当に内容はしょうもないでも本当に内容がしょうもない喧嘩が最近多い。そうだね。本当に多い。本当にしょうもない。
本当にしょうもないの。再現するやだ、恥ずかしい。なんか私がお風呂場の床に簡単に置けるタイルみたいなのを買おうとしてて、30センチのタイルがあります。それを何個引けばいい、何個買えばいいかみたいな計算をしだしたの。やる。再現してんね今。もう再現する。縦が、64。 64で、いやまあでも110微妙やな、もう120。 120。だから64だから30センチで64だったら3枚じゃん。36縦は360縦は何センチでじゃあいや160さっきの60。だから160 160。30で120だから160と120ってこと4で大丈夫みたいなのから喧嘩しょうもない。しょうもないしょうもない、本当に。しょうもないのにみんな優しいコメントをさ、書いてくれててさ、ごめんなさい、本当に。ごめんなさいね。ほんとごめんなさい。で、あの日はほんとスーパーにお買い物行かなきゃいけない前にこれをやって、で、もうお互いなんかプンってなっちゃって。りあちゃんがもう一人でスーパーに。あ、びっくりした。やちゃんが一人で拗ねてって言おうとしたの。なんか早とちりしないで。売られる。早とちりしないで。いやいや、一緒だからとか言おうとしちゃって。そう、私が一人でスーパーに行っちゃっ一人でスーパーにもういいって思って無言で。で、俺的には、なんかまただみたいな。なんか俺らって喧嘩した時の癖があってまあどっちも喧嘩した時に家出しちゃうんだよね。家出引きみたいな。多いのこっち。俺じゃないでしょ。いや、多いよ。多いよ。本当？でこの前寝室から出て行った時もあれも家出にカウントされます。どこに？リビングに。それ家出じゃない。家出だよ。家出だよ。家出じゃない。結局戻ってくるからね、寝室に。家出じゃない。じゃあごめん。一回やっぱその一人の時間。いやまあ大事よね。それはそうそうそう。のはやっぱあるじゃん。多分みんなもあると思う。一緒にその暮らしてたりすると。それはある。で探してくれてたらしく。でそれいつもだったらもうめっちゃ連絡したのやっちゃんに。もう本当にめちゃくちゃ電話するの俺。やばい半端ないよね。この前とかさ。もうびっくりした。もうなんかそれこそこの前はじゅんくんがまず先に家を出ます。でも俺はさ言ったじゃん。ちょっと外行ってくる。行ってらっしゃいって感じ。それでバイバイって思ってたんだけど、もういつまで経っても帰ってこないからもういいって思って、私もそれでイライラもしちゃうから友達ん家行って友達にもこれを話したい。とりあえず今のこの状況、私悪いですかみたいな、どうですかみたいな感じで話したいなって思って友達に説明してる最中にずっとブーブーブーってなるから。電源入ってたんだ。入ってた最初は。最初はね。でも話してる最中にブーブー止まんないから切った電源。そうなんだ。あ、そうそうそう。LINE 電話でも出ないからさ、携帯の番号にかけようと思ったら留守番電話よみたいな。電源切ったのみたいな。やばいじゃんと思って。で話し終わってまあ一旦落ち着いてどんな感じかなっていう一回電源をつけたら85件LINE の通知85件プラス多分普通の電話100件ぐらいなっとったよね。なってると思う多分。いやなんかやっぱそのさ出てったりしちゃうと、もう心配になっちゃうわけよ。どこ行ったの大丈夫かなみたいな。なんか道端でナンパされたり連れてかれたりしないかなみたいな。結構本当に怖くて、やっぱ可愛いし、なんかこんなちょこちょこ歩いてたらさ連れてかれちゃうんじゃないかって思っちゃう。まあ夜だったからね。でそういうのもあってやっぱもう心配でずっとかけちゃうんだよね。もう出てお願い、本当に出てと思って。でも私は家を出る前に置き手紙をしましたあるんじゃないここ。あるよ。それ見せるの。連絡しないで。しかもその最後の出がさ、もう死に際みたいななんかもう漢字間違えちゃってるし
連絡しないで。俺はそれも電話とか LINE を何個か送った後に、うんどうしようどうしようみたいな家で歩いてる時に、お連絡しないでって書いてあると思ってでちょっと一旦5分ぐらいやめたあるよ。そっか。でもまた心配になっちゃってまたかけちゃったりして、連絡しないでってもうそれでまた怖くなっちゃって帰ってこなくなっちゃうかなと思ったり。やっぱ近い存在になればなるほどさ、雑な態度を取っちゃダメって分かってんのに、分かってんの。雑な態度取っちゃう。そのちょっと怒ってる時にもう分かってんの。もうこれ以上言いたくないよみたいな。でも言っちゃってんだよね。しょうがないよ。しょうがないかな。でも今はそのこうやって喧嘩した後仲直りして、ちゃんともう気をつけようって思えるだけですごいいいと思う。そうだね。しかもちゃんと話し合えてるのもいいと思う。あとはもうまあ私もだけど家を出ないようにせんと。そうだね。なんせめんどくさいもんで、家を出たら一回本当にめんどくさい。帰るタイミングとか失うし、この前とか勝手に出て友達に行ったのに電話して迎え来て、俺もう寝てたの。そしたら電話かかってきて、迎え来てくんないみたいな。夜中3時ね。俺電話してくれて嬉しかったから別にいいんだけど、あ、よかった帰ってきてくれると思ってもうびっくりはしたよね。なんだろうね、普段仲いいのにね。でも仲いいのにね、本当に仲いいのに。でもお互いに俺が思うちょっと悪いなっていうところが意地っぱりではあると思う、お互いに。違う？気をつけようと思ってうなずいてた。確かにって感じ。そうなんだよね。だからもっと本当に大人になれるように頑張るね。頑張るな。気をつけるね。気をつけましょう。てかあの扉何？こ何の扉？れ本当だよね。何用なんだろうね。言ってきて。あっちに。何用か当てるゲームしよう。正解をどっちが出せるか。あ、分かった。分かった？じゃあちょっと化粧水取ってくんない？そうよ、もうそこ回ればいいやん。これ何マジで？なんかこうやって赤ちゃんのおむつとかここで買えるんだよ。いや、そこで変えたらいいよ。お風呂のあれか、乾燥、そう換気。てか昨日の話しよう。何？初めてね、目の前で見たの。捕まった瞬間を。あの人の顔が頭からも離れん。確かに。なんかクイックルワイパーの紙の部分を買いに行こう、テチってやって言ってたの。そしたらなんか警察多いなみたいな思ったよね。そのドラッグストアの中に警官がいっぱいいて、そう。そしてなんやろうって思って、2人ぐらい人がいたから、何なんですかって聞いたら、盗撮ですって思って、盗撮ってなって、で奥にいたのが高校生。女子高生ね。かわいそう。本当にキモい。どうした？からやば。ごめん。本当にキモいの。本当にキモいの。逆側にさ、その犯人がいて、そう。もう警察5人ぐらいで囲ってんの。怖すぎて、なんかもう、こういう顔の人がっていう。普通に iPhone とか携帯電話で撮影してたんだけど、しかもそれがクイックルワイパーの棚の横でやられてて、そう。もうめっちゃさ、目合うの、犯人と。そう、こっちも見てるから目合うの。で、あっちはなんかその盗撮してる犯人のくせに、なんか俺らに顔見られてちょっと恥ずかしそうにマスクとかしだして、そう、いきなりなんかちょっとバッグの中からね、顔がね出てくるね。未だに出てくる。あれは最低。なんか私もいつだろう、もう3年前かな、ミニスカート履いて、地下から地上に上がる階段、駅からね、地上に上がるところに人がいないところで電話しながらその階段、上がってたんだけど、って思ってふと後ろ見たら誰もいない広い階段なのに後ろに男の人いて、怖いマジで。ってなってってなるじゃん。で、今だったら後ろ蹴りとかできるけど、その発想もできない。
こうすればよかったって後から思うのに、もう何もできずその時そうだよね。ってなって、その人普通に行っちゃったから、なんか撮ってたの？いや、撮られてたのか、直で見てたのか。あ、うん。そっち。めっちゃ怖いよ。ああ、怖い。気づかなかったの。だから嫌なの、一人にするのが。本当に。それはまあまあ、確かに怖いよね。う怖い経験だった。ん。そんなのトラウマになってない？大丈夫？まあ、気をつけようとは思う。キモ？マジで。でもいろんな人がいるんやなって。未だにさ、電車で、うん。知ってる？ X で流れてる電車で女の人が超爆睡してんの。でも、普通のサラリーマンが、あ、知ってるそれ。こうやって胸も、こっからね。こうやって揉んでんの。これはこうやって見てみる。そうそうそう。じゃあ普通、もうほんと見た目普通のサラリーマンが、ここに、こうやってやって、こんな感じで、揉んでる映像がもう X で超めちゃくちゃ回ってて、しかもその人、子持ち。ね、さらされてたね。ツイッター民はもう特定がすごい。確かに。特定班いるから。最近なんでさ、もう類似画像検索でさ、出ちゃうんじゃない？顔で検索したそう、ら。本当に。だから奥さんのことも、その人名前も会社もバレて、うん家族写真とかももうさらされてる。家族がかわいそう。あ、そうなんだよね。もう自分だったらどうする？こういうことあって。子供3人小さい子まだいます。どうしよ自分の旦那がそういう人だと思いませんでした。どうする？う。離婚でしょ。うん。もう、一生。養育費とかめっちゃ請求して。いや、そりゃそう。絶対そう。でもめっちゃショック。でも本当にさ、信頼して大好きだってさ、旦那がさ、そんなことしてたらさ、結構やばいかも、精神もういや、ジュンくんが？ね、やめて、そのさ、やめてよ。二人ごと。笑いすぎだろ。やばいよ、これ。これやばい。やばい？やばい。見てほしい。俺は編集終わったけど、やちゃん、もう4時になるよ。頑張ってるね。頑張れ。最高のプールじゃん。そのさ、ダンスと混ぜるのやめて。いや、そのポーズいらないから。あ、うまい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 、めっちゃうまい。千葉のファンの方が働いてる銀だこ屋さんに来ました。いつもポップアップでねしてくれて、ねチケットくれるんで食べたい。食べます。この柚子がうまいんだよね。ね、美味しい。美味しそう。いただきます。美味しい？うまっ。この柚子美味しいよね。わかる。熱いね、熱い、絶対熱い、絶対熱い。いただきます。ありがとうございます。